今日の話はですね、イメージが上手くなるために必要だよねって。で、イメージってさ、なんかこうぼんやりしてて、なんか才能とかなんかセンスじゃないですか、それと思いがちだと思うんですけど、実はね、イメージってね、めちゃくちゃ他人から獲得できるんですよ。絵が上手くなるためのイメージって、まあめちゃくちゃ簡単に言うとですね、人間の体の形ってある程度比率がまず決まってるんですよ。手足の長さとか体の大きさとかね、頭に対して何頭身ぐらいだったら、こんな感じに見えるとか、まあ基本比率ってやつです。これがまずぐちゃぐちゃだと、まあその人に見えないんですよ。そのキャラに見えないんですよ。自分は美少女を描いてるつもりが、これまあちょっとねかわいそうだけどおっさんみたいな体型になっちゃってますけどみたいなね。いや結構逆におじさんがですね美少女みたいな体型になったらこれまずいんですよね。なのでやはりその自分が描きたいと思ってるなんでしょう体型の人がどんな比率なのかというようなですね、もうこれもねある種のイメージですよねを共有しなければ自分の描きたいものにならないんですよね。っていうのがまずね、ノウハウをある程度知るっていうのがですね、このイメージなんですよね。で、意識することって言ってもいいかな。イメージイコール意識しなければいけないことというふうに言えるかなとは思うんですけれど、で、上手い人ほどですね、この意識してることが簡単に言うとめちゃくちゃ多いんですよ。ね。だけど、もう意識してることってそんなめちゃくちゃいっぱいねあっても同時にできないじゃないですか。じゃあ上手い人ってどうしてるかっていうと、ほぼ無意識レベルでやってるんですよ。今言ってたことを。美少女キャラだったらこの比率、大人の、男の人だったらこのぐらいの比率、このキャラだったらこのぐらいの比率、例えばこれね、建物と車と道とっていうのはこのぐらいの比率っていうものが上手い人はほぼ無意識レベルでやってるんですよ。いや、その無意識レベルってそれはねいきなりみんなできるようになったわけじゃないんですよね。それは自分でしっかり測って、だいたいこのぐらいかなっていうのをねいちいち意識して、ひたすら意識してイメージして、それを繰り返し行って初めて無意識レベルでできるようになるんですよ。あらゆる上手い人のじゃあイメージは何かと言ったらですね、これに尽きるんですよ。もう今日の結論ですね。今日の結論ね、もうこれに尽きるんですよ。そこに人がいると思って書いてるんですよ。そこにキャラクターがいると思って書いてるんですよ。ね。で、これに必要なことがさっき言ってたようなキャラの、例えば基本比率、手の位置、体の、腰、肩の、あるいはその胴体のサイズ、大きさ、ね。基本比率、ね、そこにいると思って書く、ね、そのためにはまず、比率が間違ったらそこにいるような感じがしないじゃないですか、ね。自分に対して例えばね、自分より体格の小さい子供だったらこのぐらい、自分より大きな、大男だったらこのぐらいだと思って書いてんですよ、ね。そのために逆にですよ、これ空間があるとしますよ。今ねカメラを下の方に向けてます。だからぼんやりとなんかこうパース線みたいなものこう見えません？あっちに放射線上に向かうような線がなんとなく見えませんか？これってただの放射線じゃなくて、その分だけ奥に向かって小さくなっていくんですよ。じゃあどの分ぐらいずつちっちゃくなってんのって言ったら、ここにある、ガードレールのガードなんつうんだっけこれガードバイヤーだっけわかんないけど、この分だけちっちゃくなってくるわけです。ここにもしも人が立ってたら、今僕行ってみますけど、この股関節ぐらいなんです。僕の足の長さとこの、白いね金属は同じなんですね、大体。ってことはですよ、こういう風にアイレベル下げて、もしも僕がここに立ってたら頭ここら辺に来るなっていうのが想像つくんですよね。この比率が分かったら、ここに僕が書けるようになるんです。僕じゃなくてもいい。僕170センチぐらいですけど、170センチの身長の人の頭がここに来るっていうのが分かるんですよね。ここに僕を書こうと思ったら、この比率、調べれば出てきます。多分ガードレールと同じこのね比率、だいたい高さがね今見るとね60かな、60ぐらいかな、50から60の間、60近いかなと思います。これ皆さんなんで今僕パッと60って言えたかっていうと、僕ね自分の机の高さね70なんですよ。71か2ぐらいなんですよね。一応昇降式だからちょっと若干上げてたり下げてたりできるんですけど、それに比して大体ねそれよりやや低いなってで、50よりはあるなと思ったんで60ぐらいって今見ました。そんなに皆さん自分の机、椅子、あるいはちょっと皆さん寝てるベッド、あと自分っていう意識持ったことありますか？自分の日頃使ってるもの、そんなに意識したことありますか？
皆さんの椅子の高さ、今調べてみてください。だいたい45から50の間かなと思います。だいたい約。机、高さ70。奥行きはサイズによる。奥行きも幅もその机によるので、一概には言えないが、約70でしょうね。キッチン、80から90の間ぐらい。あるんですよ。すべての比率が。扉、サイズいくつ。この道はですね、車がギリギリに2台通過できるぐらいの道の幅。ということは、幅が約5メーター。1、2、3、4、5。5歩。人のね、一歩約1メートル。そんなに日頃意識したことあります？こういうのが絵描くときにそのまま必要な知識なんですよ。空間を描くときに、そこに人がいると思って描くためには、このサイズがいくつなんだろうってことを、やっぱ調べなければ描けないんですよ。分かってないと描けないんですよ。だから、そこにその絵の中にそこにキャラがいると思って描くためにはですね、描くためには見て描く必要がある、調べて描く必要がある、必要とあればパース線が必要であるっていうね。ありとあらゆることというのは、そこにキャラクターがいると思って描くために必要なことだったんですね、実は。ね。なんか知らんけど、ここら辺にアイレベルを取って消失線があって、なんか知らんけど、その線によってここら辺がこんなになってみたいなさ。なんか知らんけど、他人事でですね、絵描いてるとですね、やっぱなんか知らないんですね。ぼやーっとしたですね、面白くない絵になるんですよ。そこにはですね、意思がないんですよ。こういう風に描いて人に伝えるっていう意思がない、つまらない絵になってしまう。で、それに対して、上手い人っていうのは、なんでここにアイレベル取ったのか、なんでここが消失線なのか、そしてなんでこの窓が圧縮しているのか、すべて説明ができる。いや、ごめん、説明できないかもしれない。僕みたいにね、ベラベラ喋るタイプの絵描きばっかじゃないんで、ロジックで全部描いてるとは限らないんですけど、ただなんでそうしたかっていうね、イメージがあるんですよ。ね。いや、なんとなくこのぐらいに見えるだろうなとかね、なんでもいいんですよ。僕みたいにベラベラ喋る必要はないんですけど、なんでそこをそう描いたのかっていうですね、ちゃんとイメージを持って描いてるから、画面の隅々まで緊張感があるじゃないですか、上手い人って。うわー、全ての、場所にですね、何らかの意図があるんだろうなというですね、意味は分かんなくてもその緊張感は伝わってきませんか？要するに間延びしていないっていうね、絵が間延びしてない、いい感じになんかすごいみたいな思うじゃないですか、やっぱ上手い人の絵。それはそういう理由があるんです。全てのものにちゃんと意識が行き渡っている。全てのものがイメージのちゃんと形、自分でどういうことをイメージして描いてるか。だから見てて飽きないし、しっかりとですね、よく描けてんな、このなんかポシェットの形とかさ、このボタンなんかもこの下の方に向かうに従ってなんか形変わってるよみたいな、パース意識してんだろうなとかね。もちろんね、これもね、人によってその受け取る情報量っていうのがあって、だんだんこれもですね、絵が上手くなってくるに従って、一つの絵から受け取るイメージですね、それこそ情報量っていうのはですね、徐々にやっぱ分析がですね、できるようになってます。僕も全然描けない時よりも今の方が絵をですね、より深く理解できるようになってると思ってます。それはね、なんでこう描いたのかってことがより分かるようになっていますね。なんで偶然適当にね、まぐれでうまく描けることまずないんですよ。自分がイメージしたものしか絵にならないんですよ。残酷なんですけど、これが真実ですよね。はい。なので、ぜひ皆さんですね、そんないきなり難しいですね、ことはできないんですが、まず、やっぱ基本比率を守るとか、いうところから始まって、パースとかそういう応用的なですね、空間、立体、そういうね、あるいはレイアウトとかね、そういう応用的な絵を描く工程になっても、最終的にやっぱそこに常に人がいると思って描いてください。これがめちゃくちゃ重要なんですよ。これは絵の好みにもよるから何とも言えないんだけど、細かく線をまとめたりとか、なんとか取り繕わなければいけないんじゃないか、絵としてね。そういうね、考え方で描くのもいいんですけど、その時あなたはそこに そのキャラがいるという気持ちと、取り繕わなきゃいけない恥ずかしくない絵を描こうというですね、何か自分の中ではなく他人への、なんでしょうね、他人からどう見られるかの方が優先してませんかって。いや、それは商業
的なね絵を描いたりとか、あるいはねバズったりするためには必要なねもちろん要素かもしれないですけど、まず一番ね逆にですよ、逆に一番バズったり商業的にだったりね他人に見せるっていうんであれば、むしろ自分の中でそこにキャラクターがちゃんといるっていうことをどこまで意識できるかね、イメージして描けるかの方が重要です。そのためにはやっぱりね、絵をちゃんとね、描くためのイメージを例えばノウハウだったりとかね、いろんなね技巧書を調べてみたり、あるいは上手い人の絵の模写をするね。上手い人の絵の模写ってねめちゃくちゃ重要なんですよ。よく僕模写した方がいいよってずっと言ってるんですけど、なんで模写した方がいいかっていうと、皆さんいきなりですよ、この景色を線画にまとめましょうねって言われたらどうなりますか？クラッシュしませんか？これ線にしたらもうインフィニティ無限の線が必要になります。もう無限線ですよ、もうこれやばいですね。もう一生かかっても描けないです、これを線にしようなんて言ったら。なぜか、この中に一本も線がないからです。それをですね線にしようなんてそもそも無理なんですよ。あの建物線にしてみてください。どうやって線画化しますか？無理ですね。無限の線があるんですよね。この世の中には無限の線があるんです。人間だってそうです。もう厳密に言ったらすごい細かくですね、なんだ指紋とかさ、シワとかあったらさ、それ全部線にしてったらさ無理ですよね。じゃあ人ってどうやってその記号化っていうのかな、線化まとめてるかって言ったらですね、上手い人のそれこそイメージです。イメージの一番形になってるのが絵ですよね。上手い人の絵の形をインストールして、そこからその上手い人のこの世界の見え方を吸収しながらそれを真似して、こういう複雑な景色だったり人間の形、キャラクターだったりをですね、形にしていくんですよ。でその上手いと思う人もそうしてるんですよ。その人さえも辿ったらですね、手塚治虫なのか、あるいはその昔の版画家っていうかね、江戸時代のですね人なのか、あるいはそのさらに昔の長寿戯画なのか分かんないですけど、元があるんです。ずーっと元があるんです。イメージの元ね、この世界をどのように二次元化させていったかっていうですね、ディズニーとかね、いろいろあるじゃないですか。その後手塚治虫、大友克洋みたいなさ、いろんな流れがあるでしょ。今のね、人気の絵描きさんっていうのもですね、みんなそういう歴史の上に立ってるんですね。そのイメージをどういうふうに形にするのかっていう形にする方法、そしてこの世界の切り取り方、線画にするまとめ方っていうのに工夫があるんですよ。それをぜひ学ばないと、結局イメージっていうのはですね、自分一人で何か全てイメージしなきゃいけないんじゃないかっていうのは無理がある、限界なんですよね。僕だったら例えばですけど、やっぱりねすげえ影響を受けてるのがね、磯さんっていう、磯光雄監督って電脳コイルの監督ですね。磯さんのやっぱり物の捉え方ね、やっぱね磯さんの絵っていうのはすごいね、物をねなんかすごいつかめそうな絵なんですよ。もうすごい触ってるみたいな形なんですよね。で磯さんの影響を受けた、僕の同世代のねおしゃまくんっていうねすごいうまいアニメーターがいるんですけど、その彼も磯さんの影響めちゃくちゃ受けてて、やっぱつかめそうな絵なんですよ。でいいなこの感じってね、なんかつかめそうっていう絵を僕も描きたいなと思って、やっぱそれはねその2人ほどうまくは描けてないとは思うけれど、そのイメージで描いてます。もう本当その時に受けた衝撃、僕が電脳コイルの時にいた磯さん、もちろんですね本田さんとか井上俊之さんとかめちゃくちゃもうカリスマアニメーターみたいにいっぱいみんなね上手い人ってね、さっきも言ったようになんかつかめそうなのよ。もう触れそうなんですよ、そこにいてっていう、なんでしょう、過去の僕の感動ですよねをなんとか自分で再現できないかなと思って日々書いてるんですよ。その時の自分が受けた衝撃みたいなものを僕もなるべく添削で皆さんにお見せしたい。その人たちのレベルとはねなかなかいかないかもわからないですけれど、見せたいなと思って書いてるんで、もうイメージはそういうことです。だからそれもイメージなんですよ。過去に僕が受けた、若い時に受けた衝撃のイメージで書いてるんです。それをもしも僕が若い時に吸収していなかったら、多分今のレベルよりはだいぶ下がってたんじゃないかなと思います。やっぱ上手い人の絵を見るっていう衝撃はでかいんですよ。だからねぜひ皆さんもそういうのをやっぱ大事にしてほしいんですよね。この絵うまいなーっていうですね、その臨場感っていうんですかね、それをですねぜひ自分の絵に載せてほしいなと。だからねそれね、いきなり自分からねゼロから出てくるものじゃないんです。今言ってた人たちだって全員何かのすごい影響を受けてるんですよね。
みんなそうなんですよ。いきなりふとですね、天才っていうのはいないんです。必ず何かの影響を受けてるんです。天才は必ず何かの誰か天才の影響をめちゃくちゃ受けて、それを再現したいと思ってるに過ぎないっていうね話を最近したと思うんですけど、そういうイメージでぜひ描いてください。なんとなく適当に絵は描いたら、もうその瞬間から絵って作業です。はい、残念です。作業になります。絵というのは要するに絵が死んでいる、線が死んでるって言いますね、これ俗にね。それね、作業の時間が長いんです。脳死してる時間、脳みそで何のイメージもない状態でダラダラと適当に描いちゃう。まあお金もらえるからなと思って適当に描いちゃう。そういうですね仕事の仕方、絵でもね、やっぱどうしてもねそういうこともありますけどね。そのアニメーターとかやってるとですね、だったらいいなと思ってこれ描くのめんどくせえなとか思ってね、もう脳死しちゃうとですね、だんだん柄みたいになってきません？柄ってわかります？模様ですよ。テクスチャーですよ。気づいたらテクスチャー描いてるんですよ。髪の毛じゃなくて。髪の毛のだと思って描かないと、髪の毛がそこにあっておでこの上に乗ってて、そういうものだと思って描かないと、気づいたらテクスチャーになってるんですよ。なんかギザギザのノコギリになるんですよ。なんか身に覚えないですか？でシワはですね、なんかカキカキギザギザ描きゃいいんだよと思ってですね、ギザギザ描くとですね、それは服ではなくただの角張った硬いものになるんですよね。服っていうのはそんなギザギザしてないぞ。そこで大事なのは自分でですよ。イメージできないんだったら見なきゃダメなんですよ。自分の服のシワ、同じような素材感のもので見て、イメージがない人は獲得するんです。観察したりして、ね、そうやってですね、ぜひ、自分にイメージがないものは才能がないとかセンスがないとかじゃないです。もっと言うとですね、もっと重要なセンスっていうのがあるんですよ。才能とかセンスっていうのは何もないところからいきなり湧き起こることじゃないんですよ。もっと超重要な才能やセンスがあるんです。何か、自分がイメージがないという自覚です。自分はこのことについてイメージが湧かない、やばい、見なきゃ、調べなきゃ、上手い人のイメージを獲得しなきゃという自覚です。これが最強の才能でありセンスなんですよ。何もないところから書くことが才能やセンスじゃないんです。根本的にですね、ここの思い込みが間違ってる人はですね、残念です、残念でした、うまくならないでしょうひどい最後の終わり方だと思います。でも実際問題そういうことなんです。自分の自覚、わからない、書けないイメージのね、イメージがないという自覚をもとに、それに対しての危機感を感じて、そのイメージを獲得しに行くということがですね、一番の能力なんです。実は絵が上手くなるために必要な能力なんです。それがね、今書けないことじゃないんですよ。書けないことが分かって、それに対して対策を取ることが一番重要なんです。